こんにちは。仕事に役立つ文房具のお店、天の仕事道具店の店長天です。今日は1年続いた日記に最近使っているお気に入りの筆記具を3点紹介していきます。去年の春に万年筆の練習がてら始めた日記、書けない日がね続く時ももちろんあったんですけども、のんびりマイペースに書き続けて、気がついたらね1年が経ちました。で、続けている時に思ったのが、結構筆記具でモチベーション変わるなということ。学生時代にノート取る時もお気に入りの、シャーペンとか、あとは新しく買ったペンとかがあると、なんかね勉強のやる気とかも出て、何よりね書いててワクワクしますよね。ということで、ここ最近私のモチベを上げてくれているお気に入りのペンを3つ紹介します。1本目はこちら、カベコアートスポーツ 19,800 円。私はテラゾという柄を使っています。もともとカベコのコレクションを愛用していて、特に EF という極細タイプのペン先が、ボールペンみたいな書き心地で、万年筆初心者だった私にも扱いやすくお気に入りです。そして今年の春にね、日記1年継続したし、記念にいいやつ欲しいなと思っていたところに、この同じメーカーさんからアートスポーツテラゾーと出会って、ちょっとね予算オーバーだったんですけど購入。ゴールドのペン先とかフックなどのあしらい含めね、見た目が好みすぎて見るだけでテンション上がります。ペン先は様々な種類があったんですが、私は F 細いというね太さを選びました。もともと EF 極細のものを使うことが多かったんですけど、たまにインクの濃淡を楽しみたいとか、丸くてぽってりした文字が書きたいなーっていう日には M 中字を使うことが多かったです。今回は M と EF の間にある F に初挑戦。今まで愛用していた EF はね、扱いやすいんですが、良くも悪くもボールペンのような書き心地で、もうちょっとね、万年筆っぽい感じを楽しみたいと思いつつも、M 中字だと日記帳に書いている文字やイラストのちょっとサイズ感的に書きにくい時があったりとか、本当によくねやっちゃうのが、インク乾く前に手で吸っちゃうっていう失敗率がね M だとねかなり爆上がりしてしまうので、とりあえず F。 この先ねインクを上手に扱えるようになったら、もっと太いペンも使いたいなと思ってます。次はこちらのつけペン。去年のヨーロッパ周遊旅行でイタリアのベネチアでゲットしたものです。ベネチアといえばね、ベネチアングラス、ガラスが有名ですよね。その中でもさらに有名なムラーノグラスというもので作られています。ペン先はこんな感じ。使用時に都度インクをペン先にインクを浸して使います。半年前に購入した時はインクに浸して書いてもすぐにねインクが切れてしまって、インクはペン先についてるはずなのになかなか使いにくいというね状況でした。その時の動画のコメントに、ペン先を軽く炙るといいですよとね教えていただきました。炙る理由としては、初めて使う時にペン先に油がついていて、それがインクを弾いちゃうからということで、ちょっと炙る勇気がなかったので、ティッシュでね油がもしあるんだったらと思って綺麗に拭き取って何回か使っていたら、徐々にねインクの持ちが良くなりました。またペン先の引っかかる感じもね、使い続けてるとペン先が削れてきたのか、カリカリ感はあるんですけど、嫌に引っかかる感じもなくなって、書いててね楽しい感じになってきました。使い続けていたからこそ徐々に手に馴染んできたのかなって思ってて、こういう使い込む感覚ってじんわりね心が充実しますよね。線を引く向きで線の太さが変わったりとか、直線が引きやすいのでちょっと字体がね変わったりとか、書き味はもちろんなんですけど、書き出した文字も楽しい。ただね、アルファベットみたいに下から上に上がる線っていうのがちょっと書けない。ペン先がねぐっと紙に引っかかっちゃって、でも海外製のものなのでローマ字書けないってことはないと思うので、私の使い方が悪いのかなと思うんですけど、イラストとかもね曲線とか下から上の線が書きにくいかなと。なのでね、文字だけすごく使いやすくて楽しくて、最近よく使っています。最後は日記のイラストの時に使っているボールペン。マスキングテープの上にね書くときは、ちょっとね万年筆だとインクを弾いてしまったりとか、あと乾くのがね遅くなっちゃったりとかして、水性ペンでも書き込めるマスキングテープっていうのを私は使っているので、そこにゲルインキボールペンで絵を描いています。使っているのはユニボール 1P0.38mm というもので、
最近特に使っているのは今年の春に新発売されたゲーテン生産のテクスチャーカラー。こちらはもともとね通常版の方をもうインクも使い切ってリフィル変えて使うぐらいには愛用していました。インクもね滲みにくく鮮やかに色がはっきりと線に乗るのと、ペン先が滑らず狙った線っていうのがね描きやすくて、イラストも失敗しにくいので、あとはインクでねスルスル出てくるから塗りつぶしもしやすいっていうので愛用していました。ただね通常版よりテクスチャー版の方がデザインが大人っぽくて使っていてテンションが上がります。ここからは雑談です。近いうちに告知でね1本長尺のロング動画アップする予定なんですが、6月15日に兵庫の元町駅あたり、16日に京都の京都市役所前駅あたりで当店のポップアップを行います。イベント出店では東京、名古屋、あと百貨店とかだと福岡、広島で今までね当店ポップアップ開催してたんですけど、関西エリアとね東北エリアに行けてないのがね結構ずっと心に突っかかっておりまして、で私事なんですけど7月にオランダに引っ越す前になんとかね行けないかなと調整した結果、関西に2日行けるっていうねことが決まりました。問題はね単独でポップアップやるので皆さんが来てくれるのかどうかすごい心配です。一応ねアクセスが良さそうなところで、かつ土日という日程なので何卒ぜひ遊びに来てください。熊本の常設ポップアップと今回の関西ポップアップ限定のねアイテムも作りました。ぜひね紹介動画お楽しみに。イベント出展は先月の東京が最後、リアルイベントは6月のこの関西イベントが最後で、しばらくはね当店イベントの出展ありません。心残りですがちょっと東北地方は未上陸のままとなります。ちなみに大阪をすっ飛ばした理由は会場がね見つからなかったから、5会場ぐらい当たったんですけどどれもねちょっと断られてしまって、ぜひね大阪の方は京都か兵庫へ日帰り旅行をしに来ていただけたら嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。日記つける時の工夫とかもし皆さんあったらぜひコメントで教えてください。またねー。